はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、苦手意識が必ずなくなる全化式ということで、全化式をこれから学ぶよっていう方だったり、一通り学んだけど全化式よくわかんなかったよっていう方を対象に、全化式のめちゃくちゃ重要な考え方、このポイントさえ意識すれば全化式絶対解けるようになる、得意分野になるっていうね、その重要なポイントについて解説していきます。もう本当にね、基本中の基本からもう丁寧にね、教えていきますし、これからね、全化式を学ぶにあたって、この動画を見るのと見ないのとでは、もう効率がね、もう何倍も変わってきます。なのでね、ぜひこの動画を最後まで見て、全化式の考え方っていうのをマスターしてもらえたらいいかなと思います。またね、演習をたくさん積みたいよっていう方は、適定基礎講座をね、開講中ですので、そちらの方でね、全化式たくさん応用問題まで扱っているので、気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それでははじめに、全化式を理解するにあたって必要な数列の話からサクッと見ていきます。まず数列っていうのは数の列のことで、ずらーっとね、数が並んでいればそれはもう全部数列を。で、数学においては数列のうちある規則に基づいて数字が並んでいるものを扱っていくんですよね。今回の AN の例で言うと、2、6、10、14、点々点と、最初に2が来て、そこからどんどんプラス4されていく。そういう数列ですよね。この AN は。で、数列の用語なんですけど、それぞれの数字を項っていう風に言って、特に一番最初の項を第1項、初項という風に言ってあげる。で、そこから第2項、第3項、第4項という風に続いていって、それぞれ A1、A2、A3、A4 と、こういう風に簡略化して表すことができるわけ。で、数列において特にね、重要だったのが第 N 項。第 N 項は AN ですね。こいつを求めてあげるっていうのが非常に重要だった。第 N 項っていうのは一般項っていう風に言われるわけなんですけど、この AN を求めるにあたって、今回の場合で言うと、初項2にこの4を何回足してあげればいいんだろうっていう話ですよね。そうすると、1から N までの間だけに着目すると、間は N-1 個ね、あるわけだから、AN っていうのは2に4を N-1 回足してあげると。すなわち 4N-2 っていうふうに一般項を求めることができる。だから第 N 項っていうのは 4N-2 になると。この一般項を求めることのいいことっていうのが、例えば第100項は A100 はっていうふうに言われたら、この一般項の N に100を代入するだけでもう一瞬で分かっちゃうと。わざわざ第1項から順番に数字を書き並べていかなくても、第100項を求めることができるっていうのが、この一般項を求めることのいいことですよね。この数列の話が分かっていれば、全化式も楽勝。全化式っていうのは、簡単に言うと、前の項との関係が与えられている式なんですね。例えば、こんなやつが全化式なんですけど、まずね、全化式で必ずね、できるようになってほしいことが、全化式をちゃんと翻訳できるようにすること。翻訳できるようにすることが本当に重要。全化式ね、苦手な人っていうのは、この式をパッと見た上で何をしているのかっていうことは理解できない人が、多いんですね。ちゃんとこの式を見た瞬間に、こういう数列を表している全化式なんだなっていうことをちゃんと翻訳するっていうことが重要。で、その翻訳のポイントも後でね、説明していきます。まず、この全化式ってね、どういうものかというと、この AN っていう第 N 項と AN プラス1の第 N プラス1項っていうものの関係が与えられている。そういう式なんですけど、例えば N イコール1っていうのを入れてみると A2 イコール A1 プラス4と。で、今、このね、A1 イコール2っていうのは初項2っていうのが与えられているので、この A1 に2を代入すると2たす4で6。A2 がわかる。じゃあ N イコール2を代入すると A3 イコール A2 プラス4で、先ほど A2 を求めたから6たす4で10と。じゃあ N イコール3は、ね、代入してあげると A4 っていうのは A3 たす4。ということで A3 はさっき求めた10入れてあげると14と。点々点。こんな感じで A1、A2、A3 っていう風に数列がね、並んでるわけなんだけど、まず初項 A1 イコール2っていう一つ目ね。
を教えてあげて、で、n 項目と n プラス1項目の関係を与えてあげることによって、じゃあ第1項分かるってことは第2項分かるよね。第2項分かるってことは第3項分かるよね。点々点と。ね、次から次に全ての項の値が分かっていく。イメージはドミノ倒しのイメージ。次から次にドミノがね、どんどん倒れていく。その結果として全ての項が分かる。これが全化式なわけですよ。ただですね、次から次に分かるって言っても、じゃあ A100 はっていう風にね、言われたところで、順番に計算していくの大変だなって思いますよね。そこで先ほどの数列の一般項っていうのを求めてあげることによって、A100 とかも、そのね、一般項に100を代入するだけで求められるようになると。一般項を求めたいなっていう風に思うわけですよ。ということで、この全化式、ね、前の項との関係は分かったけど、もうね、単刀直入に AN だけね、分かりたい。ね、知りたいよ。だからその一般項を求めてくださいっていうのが、このね、全化式の目的なわけですね。ということでね、与えられた全化式を解いていきたいんですけど、今回の例で言うと、これはもうね、翻訳しただけで一発で分かるんですよ。だから翻訳するっていうことが非常に重要なんですけど、これってね、an プラス1イコール an プラス4。これって、an っていうのを、ポイントはね、一つ前の項っていう風に翻訳してあげることなんですけど、一つ前の項に4を足したら、この an プラス1っていうのは次の項と。次の項を求めるためには、その一つ前の項に4を足せばいいよっていう風に翻訳してあげることができると。そうですね。A2 を求めるためには A1 に4足したし、A3 は A2 に4足した。どんどん4足していってますよね。こんな感じで AN を一つ前の項、それに何かをしてあげることによって次の項が求まる。こう翻訳することによって、この全化式が表しているものって、まさに先ほどの等差数列に他ならないなってわかりますよね。最初に h イコール2っていうね、初項を与えてあげて、じゃあそっから先どう決まっていくのって言ったら、前の項に4を足していって、次の項に進んでいくと。もう等差数列なわけですよ。ということで、じゃあこの一般項を求めたいっていう風になったら、これは先ほどの考え方。n 番目っていうのは、一番最初の2に、この差のね、4を何回足せばいいのって言ったら n-1 回なわけだから an っていうのはこの式より 4n-2 と。この全化式はただ等差数列の一般項の求め方と一緒で an イコール初項にこの交差4っていうのを n-1 回かけたものですよねと。こんな感じで求めることができて、じゃあ100番目の項はって言ったら順番に求めるまでもなく、この n に100を代入すれば出てくるというわけなんですね。だからこれをちゃんと翻訳さえできれば、もうあとはね、この等差数列の考え方で求めることができると。こんな感じで、この全化式は翻訳さえできれば、別にね、この等差数列の考え方さえ理解していれば、問題なく一般項を求めることができると。こんな感じで翻訳するだけで、一発でね、一般項を求められる方っていうのが3つあります。超基本的な形の3つあります。そのうちの1つがこれなんですけど、残り2つ見ていきますね。2つ目のパターン。初項が2っていうのが与えられていて、じゃあ次の項はって言ったら、an プラス1イコール 3an。これってまたね、翻訳してあげましょう。次の項を求めるためには、1個前の項に3倍してあげる。ね、1個前の項を3倍したら次の項になるよっていう風に、この全化式を翻訳してあげれば、じゃあ2の次はって言ったら3倍してあげて6と。じゃあその次はって言ったら、ね、その次もね、また3倍してあげて18、点々点と。じゃあ n 番目の項はって言ったら、この最初の初項2に対して3を何回かけてあげればいいのかって言ったら n-1 回ですよね。だから an っていうのは初項かける。これね、等比数列の項比なんですけど、項比にを n-1 回かけたもの。これが一般項になるわけ。もう一瞬ですよね。翻訳できたら一瞬。じゃあもう一つね、ラストの超基本形。それが例えば、こういう全化式があるとする。an プラス1イコール an プラス 2n。先ほどのね、an プラス4
と似てるんだけど、このプラス4の部分がプラス 2n と n を含む形になっている。これのね、ちょっとね、難しいところっていうのが、例えばこれ n イコール1を代入したら a2 イコール a1 足す 2n ではなくて、この n にも1代入するから a1 足す2になる。よって a2 っていうのは2足す2で4。じゃあ a3 はって言ったら a2 足す、これ 2n じゃなくて、この n に2を代入するわけだから4と。だからa2 が4だから4足す4で8。みたいな感じで、ここの足される数が変化していくわけだよね。この n に1とか2とか3とか点々点といろいろ入っていくわけだから変化していきますよ。これがちょっと厄介。でも、これ別にね、翻訳したらすごく簡単。結局、このね、翻訳してあげると、次の項を求めるためには、1個前の項に何かを足してますよと。一言で言うと、足すだけなんだよね。ただ足してるだけっていう風に翻訳できたら、これ一発で求めることができるんですよ。今、こういうね、数列を考えてあげて、初項に対して、じゃあ次、A2 に行くときに何足してあげてるかっていうと、この N に1を代入したものですよね。だからここの部分を Fn みたいに置いてあげると、F1 を足してると。じゃあ次、A2 から A3 に行くまではって言ったら、これ F2 を足してあげてる。で、A3 から A4 に行くまでは F3 を足してあげてると。それぞれ2、4、6っていうことなんですけど、こんな感じで足していきますよと。じゃあ、AN の1個手前は何を足してるかって言ったら、当然 Fn-1 ですよね。2になるためには F1 を足して、A3 になるためには F2 を足してっていうね、流れでいくと、AN になるために Fn-1 を足すと。これを見てあげると、じゃあ AN はって言ったら、AN っていうのは A1 初項に F1 から Fn-1 までを足してあげたものと。こういう風に式を立てることができるわけです。ということで、これを見てあげると、AN っていうのは A1 にこの Fn の部分に n が1から n-1 まで入れたもの。今回 Fn は 2n なので、2k ってやつを k が1から n-1 まで足したもの。そうですよね。k に1入ったものから n-1 入ったものまで足していくわけだから、このように表すことができる。あとはこれを解いていくだけなんですけど、ここで一つね、かなり重要な話がある。ここ見てほしいんですけど、ここに n-1 っていうのが入っちゃってるんですよ。この場合、n が2以上の時と、この断りが絶対必要なんですね。このね、形っていうのは絶対 n が2以上の時、このように表せるっていう風に表現しなきゃいけないんですけど、なぜかというと、n イコール1の時、これ k イコール1から0まで足すっていうよくわからないシグマ1になっちゃうわけですよね。なので、n イコール1の場合っていうこのね、式が定義できなくなるから、その場合を除いて n が2以上の時、その時にこの式が成り立つと。a1 イコール2なわけだから、2プラス 2k を1から n-1 まで足すわけだから、このね、シグマ1の公式っていうのをちょっと注意して使うと、こういう風になって、約分して計算すると n2 乗マイナス n プラス2っていう風に、ただこれは式変形しただけです。こういう風に求まるんだけど、これが、与えられるのは n が2以上の時と。なので、n イコール1の時を別個に考えると。n イコール1の時っていうのは、この式にとりあえず代入してみる。そうすると、1の2乗引く1足す2で2になりますよね。ってことは、これ n が2以上の時、n は n2 乗マイナス n プラス2って言ってたけど、n イコール1の時も n2 乗マイナス n プラス2って言えるじゃんっていう話ですね。h イコール2っていうのはちゃんと成り立ってるわけだから。よって、an っていうのは全ての自然数 n についてこのように言えるということが言えるわけ。この二段構えが必要ということは押さえておいてください。とにかくね、重要なことが
全化式をうまく翻訳できるようにするっていうことが、まずね、苦手な人がね、必ず押さえなきゃいけないファーストステップ。で、その時に AN っていうのを一つ前の項に何の操作をすれば次の項に移れるのかっていう風に日本語で説明できるようになると、この3つのパターンっていうのができるようになる。まず1つ目が AN プラス1イコール AN プラス D。これって前の項に D を足していくだけで次の項になりますよっていう等差型、等差数列を表しているもの。これって、一般項は初項に等差 D っていうのを N-1 回ね、足してあげればいいですよっていうふうに、一般項を求めることができるし、じゃあ次丸2、AN プラス1イコール RAN。これも前の項に R をかけてるだけで次の項に行くっていう等比型。すなわち AN イコール初項に項比 R を N-1 回かければ N 番目の項になりますよと。で、3つ目。これも重要で AN プラス1イコール AN プラス FN。これも翻訳としては結局足してるだけじゃんと。足してるだけっていう風に見抜ければ、あとはこれ解差型だなと。これは重要なのが N が2以上の時っていう限定のもと AN っていうのは A1 に、このね、イメージね。A1 にどんどん F1 から Fn-1 まで足されてる。すなわち、プラス Fk っていうものの k が1から N-1 まで。N-1 っていうのがこのシグマの上に入るから N が2以上っていう制限がかかってくると。この3つのパターンはもう翻訳だけでわかるっていうことをしっかりと押さえておきましょう。で、この3つ、翻訳だけでわかる3つのパターンが超基本形になります。どういうことかというと、これからね、出てくるいろんな全化式あるんですけど、それらの全化式はすべてうまく式変形して新しい数列を導入することによって、この3つのパターンのどれかに変形できます。ここで早速全化式を学ぶ上でね、重要な2つのパターンっていうのをもう示しちゃうんですけど、全化式を学ぶ上で重要な考え方っていうのが、しっかりと翻訳してパターンを見抜くこと。これはね、先ほど言ったこと。で、その上で、どんどんより簡単なパターンにうまく落とし込んでいくことなんですね。全化式ね、レベル0、レベル1、レベル2っていう風にいろんなレベルの全化式があって、レベル2のものをレベル1に、レベル1のものをレベル0にっていう風にどんどん簡単にしていくっていうのが、このね、全化式における重要な考え方。で、どのように簡単にしていけばいいのかっていうのが勉強する上で、しっかりとね、着眼していくポイントなんですね。どういう手順を踏むことによって、この全化式をより簡単なこの全化式に落とし込んでいけるのかっていうことだけ着眼して、しっかりとね、勉強していけば、どんな全化式も怖いものはなくなるわけですね。で、最終的にどんどん簡単にしていった結果、必ずこの3つのパターンのどれかに帰着されます。なので、まずはね、この3つの基本形、こんなん当たり前だよっていう風に思えるぐらい、しっかりとね、練習を積んでもらった上で、次のね、ステップに進んでもらえたらいいかなと思います。それではね、この超基本形から一つレベルアップしたね、その例題を見ていきます。例としては、an プラス1イコール 3an プラス4で a1 イコール2と。これもね、まずは翻訳してあげると、初項が2。初項が2で、前の項を3倍して4足すと次の項になると。3倍、6になって足す4して次の項。3倍して次のね、4足して次の項。34を3倍して4足して次の項と。と。そういう AN っていう数列がありますよと。この一般項を求めていきたい。もうね、この形っていうのはめちゃくちゃ出てくるんですよ。これはy イコール 3x プラス4みたいな見た目をしてるっていう風にね、イメージ持ってもらえると分かりやすいと思うんですけど、一次関数型みたいな感じね。こういう一次関数みたいな形をしている全化式っていうのはもう超品質。で、このね、全化式も結局先ほどの超基本形に落とし込んでいくわけなんですけど、どう落とし込むかっていうと、等差型、等比型、解差型のうちの等比型に落とし込んでいきます。どう落とし込むか。an プラス1っていうのは、これ3倍して4足す。この4足すって邪魔だなって思ってほしいんですね。邪魔だな。
なんとかしてどかせないかなっていう風に考えるんですけど、ここからはもうね、しっかりと覚えてほしい考え方。この an と an プラス1っていうのをアルファ、そのままアルファっていう風に置き換えてあげた、こういう方程式を考えてみましょう。なんでって言われたら、いや、そうやったら解けるからっていうことなんですよ。これをね、自分で思いつくのは難しいので、先人の知恵を借りて、こういう風にやると解けるんだよっていうことを、しっかりとね、覚えてもらうっていうことは大事なんですけど、これをね、考えることによって、邪魔なプラス4っていうのを除けるんですね。どうするかというと、アルファイコール 3α プラス4。こういう方程式は、簡単に解きますよね。アルファイコールって言ったら、移行して、マイナス2で割ればいいから、アルファイコールマイナス2で解けるわけなんですけど、これを解く前に、この元々の式と差を取ってあげると。引いてあげて、これ縦に見てあげたら、an プラス1引くアルファと、これ3でくくると3倍の an マイナスアルファ。で、このプラス4の部分が丸々消えますよね。このような式に変形することができる。で、このアルファっていうのは、マイナス2っていうのはここで解けるわけだから、これ代入してみましょう。すると、こういう形になる。で、このね、何がいいかっていうと、この an プラス2、ここの部分を bn みたいに新しい数列を考えてあげる。別の数列を考えてあげると、an プラス1足す2っていうのは、これ bn プラス1になってますよね。この an プラス2の n に n プラス1ね。すべての n に n プラス1を代入してあげたら an プラス1足す2になるわけだから、ここを bn って置いたら、ここは bn プラス1になるわけですよ。これね、何が言いたいかというと、bn っていう数列を考えてあげると、この bn っていうのは an 足す2なわけ。すなわち、この an の数列にすべて2を足していきましょうと。2を足していくと、4、12、36、108というふうになるわけじゃないですか。で、この式が何を表しているかっていうと、この bn っていう項の1個前の項に3倍してあげると次の項に行きますよと。ね、3倍。だから4に3かけると12。12に3かけると36。36に3かけると108。ちゃんとなってますよね。この式が表していることっていうのは、an プラス2っていう別の数列を導入してあげれば、この数列自体が等比数列になってますよと。ということは、もうこのね、an プラス2、bn っていうふうにね、書いてもいいんですけど、この an プラス2っていうのは、この等比数列になってるわけだから、その初項 b1、すなわち a1 に2を足したもの。これに、3をね、何回かけたのって言ったら n-1 回かけたものですよね。このように表すことができる。よろしいですかね。この形を α イコール 3α プラス4っていうなんかね、特殊な、方程式、特性方程式って呼ばれたりするんですけど、特性方程式を考えてあげることによって差を取ってあげると見事に等比数列の形になった。その等比数列っていうのは、別の数列を経由してあげることによって an プラス2っていうね、等比数列になるから、これを一般項を簡単に求めることができて、この a1 っていうのは、2っていうのは、先ほどね、与えられてたわけだから、あとはこれ代入して an を求めてあげると、2を移項してあげて、4×3 の n-1 乗引く2と、このように求めることができるようになるわけです。よろしいですかね。こんな感じで、全化式でね、重要な考え方っていうのは、この、まず型をね、翻訳して見抜いてあげる。これ一次関数型だな。一次関数みたいな形してるな。じゃあ、その一次関数型をどうやってこの基本パターンに落とし込んでいくんだっけっていうことを学んでいく。もうただそれだけ。それに集中してあげると、このね、an プラス1と an に、なんかよくわかんないけど、アルファっていうのを入れてあげた別のね、特殊な方程式、特性方程式っていうのをなんか考えてあげたんだなと。そうすると、この差を取ってあげることによって、邪魔な4が消えて、結果等比数列に落とし込むことができる。ね、この形に変形できる。で、この等比数列を経由することによって、一般項を求めていくんだと。このね、流れ。
っていうのをぜひね、意識して勉強してもらえたらいいかなと思います。いろんなね、前科式が今後出てくるので、その一個一個の前科式に対して、どういう風により簡単な前科式に落とし込んでいけばいいのかっていうところの、そのね、要点だけをしっかりとね、吸収して、それを、じゃあ実際のね、問題を通して自分のものにしていくと。その作業の繰り返しだけで前科式って必ず解けるようになるので、そこをね、意識して、まずは、超基本形っていうのを押さえて、この重要な考え方をね、2ステップ、翻訳してパターンを見抜く、より簡単なパターンに落とし込んでいくっていうことをね、押さえてもらえたらいいかなと思います。他のね、前科式については、徹底基礎講座、手前味噌になるんですけど、もう本当に全てのね、前科式のパターンっていうのも押さえてますし、しかもね、その前科式を使った応用問題とかもたくさんね、演習を通してね、学ぶことができるので、気になる方はね、ぜひ概要欄の方から徹底基礎講座、チェックしてみてもらえると嬉しいです。今後もこういった数学に関するね、ためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ったしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。